はい、宇治江でございます。今回ね、バージョン 1.2 になりましてですね、その辺をじっくり今日は紐解いてみようかなと思いますけど、今ね、何気なく私弾いてましたが、これね、実はバージョン 1.2 になって非常に便利になったね、機能を使って今弾いたんですけど、何をやったかというとね、これ見て分かる通りですね、このオーディオオーディオデータをね再生しながら私いろんな音を切り替えてましたね。これが非常に重要です。今まではねオーディオを再生している時はね他の画面行けなかったんですけど、オーディオ再生中にライブセットに行けるんですね。でライブセットでバンバン自分の、作った音色をもうバンバン切り替えて、そしてオーディオをそのまま再生できるという機能を使って、これもバージョン 1.2 になって追加された機能です。さてこのねバージョン 1.2 のまた便利な機能を紹介しましょうか。さて、今 CFX コンサート、この音が出てます。もうめちゃくちゃいい音ですね。でね、これ見てわかる通り4つのパートでできてますね。でまだ余ってるんでスロットが、じゃあここになんか違う音足してみましょうか。それをマージって言いますけどね、プラスボタンを押すとピッてやってやるとほらね、何の音を選びますかというカテゴリーサーチが出てますね。パフォーマンスマージ。じゃあここで、ストリングスの、シンセ系のストリングス、もうカテゴリーサーチは本当ね私も大活用してますけど便利です。アナログスイープ、これ入れてみようかな。そうするとこういう音になりますね。お、来た来た来た。いいですねいいですね。でもねここでねちょっとこのバランスとかこの音、オリジナルの音はどうだったかなとかね、これ見て分かる通りミュートのオリジナルアドボタンがねここで追加されてんだよ。これ何気に便利なんだよね。ちょっとオリジナルをミュートして今の音だけ、こういうスイープのアナログね。じゃあこれじゃなくて、オリジナルの今足した方だけをミュート。いいねいいねいいですね。で次にもう一回入れてそうすると全部消えますね。でこの状態でどんどん違った音色をバッチリですね。このねミュートオリジナルとねアド今足したやつのミュートのボタン、これはもう超便利ですね。で戻ってみるとしっかりとこうねバッチリ入ってますね。これはもうめちゃくちゃ便利。さてねこのバージョン 1.2 の目玉ともいえる機能いってみましょうか。実はですねモンタージュコネクトというねプラグインがですね使えるようになるんですね。バージョン 1.2 にするとね。これどういったものかというと、このモンタージュにはね、シーケンサーついてますね。皆さんのご存知の通りね、これをね PC との連携で嘘こんなに便利になっちゃったのっていうところをねができちゃったと。そこをちょっとお見せしましょうね。例えばじゃあ今この EP シーケンスニューテックバンドっていうね、のが出てますけど、じゃあこれを普通に録音してみようかなと。MIDI 録音になりますけど、マシーンとかスーパーノブとかガンガン動かして録音してみますね。いきます。スタート。2、3、4。はい、これで今ニューソングということで入りました。
で今ねドラムのアルペジエーターが鳴って、LP も鳴ってましたけどベースも鳴ってましたけど、3パートでできてますね。ニューソング1ということで本体の、ミディシーケンサーに録音されました。さてこれね PC の方見てみましょう。このモンタージュコネクト実はこれなんですね。プラグインという形で、VST3 のプラグインで今キューベースで立ち上がってますけど、この状態でソングインポート、もちろんこれUSB でつながってるだけですからね。ソングインポート見てみましょうか。そうするともうほらニューソング1ってもう見えてますね。もう瞬時にして見えちゃってる。これをここでねドラッグ&ドロップするんです。こうやって、この MIDI の1のところにねやりましょうか。もうテンプレートがねこれも用意されてるんだよ。これ見て分かる通りこれでもうここに、ソングで入ってますね。このソングのデータがミディデータとしてね。でもうこっちはアルペジエーターさっき設定されてるんでこれをミュートしますね。2つになってもしょうがないんでね FX のボタンを押してこのアルペジエーターバイパス、これでアルペジエーター本体のアルペジエーターは鳴らないということになりますけど、で再生してみましょうか。これやってみますね。そうするともうバッチリですね。でスーパーノブの動きとか今からシーン切り替えるけどOK というようにねこの形になっちゃえばこの後はもうまだまだシーケンスねトラックもいっぱいあるんで他のシーケンサーでこうね例えば俺だったらこうピアノソロをね入れちゃったりしたいんだけどもうキューベースでワークフローはもうこれで別の次元になってしまうというね。これだけじゃないの。このねリコールのボタンを押すことですなわち今使ってるのはこの EP シーケンスニューテックバンドっていうパフォーマンスを使ってるわけよ。でこれをこのボタンを押すとね吸い上げてくれます。こうやってきましたね。 EP シーケンスニューテックバンドすなわちこれはこの、プロジェクトファイルとしてこのままセーブするとプロジェクトファイルを戻した時にはこのデータもしっかりモンタージュに送ってくれてもうすぐにね制作環境をまた再現できてしまうという。さて今のねミディシークエンスをこう取り込んでというねやり方もやりましたけど今度はねちょっと違うやり方。ダイレクトにこの今のモンタージュの例えばこうアルペジエーターガンガン使ってるやつをキューベースのトラックにもうダイレクトに録音しちゃうというのをやってみたいと思いますね。この USB がつながってる状態で実はもうこのミスターサイドチェインで出てるようにこの今あるこの私のモンタージュ8のところにある情報がもう吸い上げられて自動的に吸い上げられてます。この状態でねこれをやってほしいんですけどこのシフトを押しながらユーティリティでクイックセットアップっていうのがあってこれがねよくできてるんですけど今はスタンダーローン普通はスタンダーローンで弾いてますよね。キーボードの情報がこうアルペジエーターを取ってトーンジェネレーターをやってるんですけどこのねアルペジエーターレックオン DAW これにするとどうなるかというとこれ分かります？この下の部分これがこうなんだよ。キーボードからアルペジエーターが通ってローカルコントロールオフになってねでミディアウトされると。でミディアウトされるということは、USB 経由でキューベースに行くと。でキューベースに録音されたデータはミディインに入ってモンタージュのミディインに入ってアルペジエーター通らないでトーンジェネレーターを鳴らすと。これよくできてますね。ということでこのテンプレートを使うとできるんですけどこのモンタージュミディ全部録音状態にします。じゃあ録音してみるね。いいんじゃないの？はい、これでプレイバックしてみますね。ほら、もうアルペジエーターもものすごいことでもうねなってますね。バッチリ入ってますね。
でスーパーノブの情報も全部入ってますね。ここからもうまた違ったプラグインのねソフトシンセでここの上に足してバッチリで、もちろんリコールもしてもらって、もうバリバリにもうキューベース上でのワークフローがもう新次元で実現してしまう素晴らしいバージョン 1.2。 このモンタージュコネクト本当によくできてますね。やっぱりねハードウェアとソフトウェア、この PC における DAW との連携っていうのはものすごい重要なんで、なんかソフトウェアを扱っているような感覚でハードウェアもちゃんとここにね、ちゃんとこの今キューベース使いましたけどもう連携ができてしまってる。ね、このキューベース上では VST のねプラグインとして動いてますけど、オーディオユニット、例えばエイブルトンライブとかね、ロジックプロとか、そういったものでもきちんと動きますので、そこはちゃんと用意されているのが、素晴らしいんじゃないですかね。モンタージュコネクトもうぜひ活用してみてくださいね。見てくださいこのセットアップね。このセッティングってね実際私もつい最近あったセッティングなんですけど、モンタージュの6を持ってて、でライブハウスにはこういうピアノ鍵盤の、非常にタッチのいいピアノ鍵盤88件のエレクトリックピアノがあるというシチュエーションがあるとしますね。まあここは今回用意したのヤマハのね P の255ってやつですけど、もちろんモンタージュの6っていうのはこの今 CFX コンサートグランド、いい音ですね。でもね61件なんだよね。60件、まあノートシフトあるんだけど、やっぱり88件があるの鍵盤があるんだからこれで鳴らしたいじゃない。でこうライブハウスの、ピアノ鍵盤88件のピアノ鍵盤でモンタージュ6をもちろんミディをつなげば鳴るわけですよ。ね、今実際にこの、P の255からミディ接続しました。でモンタージュっていうのはデフォルトでねミディの信号は USB から受けるようになってるんで、そこは USB からミディに変えましょう。ユーティリティのこのミディ IO のところをね見て、ここねミディインアウト、これUSB になってるんでこれをまずミディに変えましょう。でそうするとね当然ミディで受けるんでこっち側の鍵盤で弾けます。モンタージュの音出てます。だけどねなんか出ない音があったりとか、これ見て分かる通りパートが4つでできてる CFX コンサートのこの音色はミディチャンネルが全部違うんで、チャンネル1で受けてるのはここだけなのよ。パート1だけのね、これじゃ困るわけですよ。そこでユーティリティのねこのアドバンスっていうところにこれ見て、ミディ IO モード、ここ今マルチになってるんだよね。パートがマルチモード、チャンネル1から8までで受けるようになってて、これをシングルにします。そしてミディ IO チャンネル1、これでチャンネル1で全パート受けると。それによりもう弾ける弾ける。もう88件で気持ちよく弾ける。もうモンタージュ8と全く同じ状態ですね。でねここスロットまだ余ってますね。ここでみんなに教えたいこのモンタージュのチップス、ここにねじゃあストリングス足そうかなと。ストリングス、ここでじゃあストリングスのそうだねシンセストリングス系の音色のこれ VP ソフトを入れるかな。でこうするとここにシンセストリングスが来ましたね。ここのところにね。でここでねキーボードコントロール、今マルチでこれ鳴ってるんで、今こう下の鍵盤を弾くと88鍵のピアノ鍵盤を弾くと全部鳴るんだけど、これをねキーボードコントロールをオフにしてやるわけ。そうすると下はピアノだけで上はこういうことができるわけ。まだこれ余ってますからね。じゃあ、違うのでこうそうねオルガン入れてみようか。オルガン
オルガンも当然キーボードコントロールをオフにしてやれば今選ばれているものが鳴ります。すなわち1台のモンタージュがライブパフォーマンスによって下の鍵盤でピアノを鳴らし、でさらに選ばれているものでこう自由自在にこう音色を操れるというね、これはもうめちゃくちゃ便利なんで、ぜひこういうライブシチュエーションの、セッティングでね、88件の備え付けのやつでモンタージュ6を鳴らすというモンタージュ7でもいいですね。やっぱピアノ鍵盤を使うとね全然表現力変わるんで、ぜひこの Tips トライしてみてください。ということでお届けしましたこのモンタージュね、1.2 も含めいろんな Tips でまだまだありますんでぜひ、要チェックという感じですね。さて最後にねちょっとやってみようと思いますけど、このノーザンズ、TRB っていうねこの音なんだけど、こういう音なんですけど、これにねさっきのように、今シングルモードで受けるようにしておいて LAP これとオルガン、上で鳴るようにして1台でこういったプレイができるというのをねやってみたいと思いますね。